おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。前回の続きですね。1933年製のマーチン 0018。前回は、状態のチェックから始まって、フレットを抜いて、フレット溝に埋めるための埋め木を作ったところぐらいで終わったのかな。後半戦はこれからですね、実際にその埋め木を埋める作業をしていきたいと思います。それでは引き続きお楽しみください。どうぞ。はい。では次は実際にフレット溝に埋め木を埋めていく作業です。これね、迷ったんですけれど、タイトボンドを使うか、それかエポキシを使うか、どっちか迷ったんですよ。今回はエポキシ樹脂を使うことにしました。リペアマンによっても、いろいろ意見はあると思います。やっぱりこういう時にはエポキシ樹脂とか使わずに、タイトボンドとか、そういう木材と木材同士ですから、そういう接着剤を使えっていう風な意見もあると思うんですよ。一応ね、フレットの溝をクリーニングしたとはいえ、正確なこの溝が出来上がってるとは到底思えないんですよ。ちょっと傾いてたり、埋め木を埋めたとしても、絶対内部である程度の空間はできてると思うんですね。で、その空間をタイトボンドで埋めるとなると、満たすとなると、要はタイトボンドと木工用接着剤っていうのは木と木が密着してるってことが前提なんですよ。で、要は空間ができてたりすると、そこはちょっと脆くなるんですね。で、ところが、エポキシ樹脂の場合っていうのは、空間が空いててもそこがエポキシ樹脂で満たされれば強度的接着力は十分確保できるので、そういう意味合いからも、エポキシ樹脂を使いました。で、エポキシ樹脂を使う場合なんですけれど、こういう水平器を使って水平を出します。で、これなぜこういう作業をしてるかっていうと、エポキシ樹脂が垂れないようにするためです。どっちか片方に寄ったりとかっていうことがないように施す場所を水平にしてます。システム3社のクリアコートエポキシです。そのクリアコートエポキシを黒くします。一つ一つの溝にまずこうやって塗布していきます。塗布してすぐには接着しません。最初混ぜた瞬間っていうのはかなりサラサラしてるんですね。粘性が低いんですね。材にもよりますけれど、幾分かは木材に染み込んでいくんですよ。なので、その染み込む時間を与えてあげたいっていうのが目的の一つです。埋め木側にもこうやって全面にエポキシ樹脂を塗って下準備しておきます。こんな感じですね。下につかないようにワックスペーパーを敷いてますけれど、クッキーとか焼く時のテフロンコートをされたようなペーパーですね。で、これはね、だいたい何時間かな ?1 時間2時間でこのぐらいの粘性になるんですけれど、季節にもよりますね。で、さらに時間が経つと、かなりこういう風に粘性が高くなってきました。で、このぐらいの粘土になったら実際に埋めていく作業を行っていきます。改めて、溝にエポキシ樹脂を塗ってあげてギュッと埋め込んでいきます。この作業はね、手がベタベタになるのは覚悟してください。手袋をしてもいいんですけれど、やっぱりね、手袋するとどうしても細かい作業がしづらいんですよね。これで全て埋め終わりました。このエポキシは完全硬化までに72時間かかります。3日間ですね。なので、3日間このまま放置します。4日でも5日でもいいんですけれど、こういったね、大掛かりの修理っていうのは、他の修理品もあるんで、必ず3日後に作業するかっていうと、そうでもないんですよ。エポキシで埋めてから1週間経ってから次の作業をするってこともザラにありますので、その辺は人次第ですね。大まかに指板面を埋め木の出っ張りを削っていきます。で、どんどん削っていって、こんな感じで埋め木が完全に削れたら完了ですね。指板の側面側の出っ張りですね。同じようにこうやって削っていきます。
で、本来ならこの部分っていうのは塗装がされてるんですけれど、もうすでにこの個体に関しては完全に塗装が剥がれてました。最終的にこの段階まで来たら、よーく指板面をこうチェックしてもらって、へこみだとかそういう部分があるんですよ。なので、こういうところはアロンアルファで充填してあげて処置していきます。で、ここまで来たら指板修正です。この後に溝切りもしなければいけないので、この段階で行う指板修正の完成度は、だいたい7、8割ぐらいで OK です。使うペーパーの番手も、150番までで OK ですね。はい。で、いよいよフレット溝を切る段階まで来たんですけれど、フレットのスケールをこうイラストレーターで製図して、で、チェックしましたよね。で、工作用紙っていうのは、あれは単純に各フレットの寸法が、位置が合ってるかどうかのためだけのものだったので、実際にこれからフレットの溝を切るにあたって、新たな工作用紙を使ってテンプレートを製作していきます。どういう風にするかって言いますと、レーザー加工機で工作用紙にフレットの溝を書き込んでいって、指板の幅の通りにこうカットしていって、で、そのできた工作用紙を両面テープで指板面に貼り付けちゃいます。その貼り付けた状態のままフレットの溝を切っていきます。そういう方法を今回は取ります。フレットの溝っていうのは幅がありますよね。だいたい 0.7 ミリ、0.8 ミリとか、要は単なるこう一本の線じゃなくて、フレットの溝にも幅がありますので、その幅もレーザー加工機で再現するべく、まずイラストレーターでこういう風な細工をしてあげます。各フレットを選択した後に、移動で水平方向にマイナス 0.2 ミリぐらいずらした状態で、コピーですね。で、一旦そのコピーしたものはロックしてあげて、で、もう一度フレット選択してあげて、また今度移動で、今度は、反対方向に、コピーです。そうすると、元の位置に対して左右 0.2 ミリずつずれたところにもう一本線ができますから。レーザー加工機で書き込んでいくと、ちょっと熱によって少しね、幅が多くできちゃうんですよ。だからその分も考慮して、0.2 ミリずつぐらい広げてあげれば、ちょうどフレットの溝幅分ぐらいになるので、両面テープを指板面に貼り付けて、出来上がった、工作用紙、テンプレート代わりですね。正確に貼り付けます。実際にこれからフレット溝を切っていくんですけれど、このような当て木を使います。注意しなければいけないのは、ここの部分が直角が出てるかどうか、ここを確認してください。で、この直角が出てないと、フレットの溝が斜めに切れてしまうことになるので、注意が必要です。フレット溝を切るノコギリの刃の厚みも考慮して、この当て木を正確に位置させてあげます。クランプでギュッと固定します。かなりギュッと固定しないと、割とね、強くその当て木に対してノコギリの刃をこう強く当てながら削ることになるので、この当て木の固定はクランプでかなりしっかりギュッとやってください。でね、この当て木の裏面には両面テープで240番とか150番適当なサンドペーパーをくっつけてます。で、そうすることによって全然動かなくなるんですね。摩擦抵抗が増えて。はい。で、こんな感じで少しずつフレットの溝を切っていきます。こう常にね、指で当て木にこう押さえつけるような感じで切ります。で、これどのぐらい掘ればいいかっていうのは、もう本当に目測です。最低限そのフレットの位置が分かればいいので、せいぜい1.1 ミリとか 1.5 ミリとか、そのぐらいまで掘れれば、で、後でフレットの溝切りのルーターで、ミニルーターで、もう一度深さとかさらってきますから、この段階ではあくまでフレットの位置を記す目的で、溝を切っていきます。1本目が溝が切れた状態ですね。綺麗に切れてますね。
でもうあとはひたすらこの作業の繰り返しでございます。いやこれね、前はレーザー加工機がなかった時はもう本当にこういう作業をする時っていうのはもうステンレス定規で、ナットから各フレットまでの位置をもう本当にこう虫眼鏡で見るかのごとく正確にこう大体このぐらいの位置だろうなっていう感じで誤差が 0.3 ミリ以内ぐらいになるように、多くても 0.5 ミリ以上ずれないように注意しながらこうやってシャーペンでね、細いシャーペンでこう記していって、各フレットがこう指板面に対してこう直角にこうなっていくようにこう正確にね記していって、でその後にこの作業をしてたんですけれど、非常に手間がかかったんですよ。でところが、レーザー加工機を使うことによって正確に、位置がこういうねテンプレートが作れるのですごく便利になりましたね。もうそろそろ完成ですね。はい。でこれで全てのフレット溝が切り終えました。でお次はミニルーターを使って深さを、適正な深さにまで掘り下げます。だいたい2ミリ弱ぐらいですね。 1.8 ミリとか。あんまりにも完璧に例えばフレットの足の長さを測って1.6 ミリだなと思って1.6 ミリぴったりにこう掘ってしまうと絶対ね後から底が浅くてこうフレットが完全に入らないとかっていうことになるので、ごくわずかフレットの足の長さより0.23 ミリとかある程度余裕を持って溝は掘った方がいいと思います。もちろんね、溝をこう深く掘りすぎるとしならせた時に強度が弱くなりますから、その辺も注意しなきゃいけないです。あんまりにも深く掘りすぎるっていうのも良くないですね。一度で目的の深さに掘れない場合は2回に分けて掘ります。フレットの溝をクリーニングするこういうナイフですね。最終的に溝をもう一度クリーニングしているところです。溝が完全に完成したところですね。よーく見ていただくとわかるんですが、このうっすら見えてるここの境界線、これが元々のフレットの溝の位置です。元々のっていうかオリジナルじゃなくてはるか昔でしょうけれどフレット交換をした人が行った時にできた溝の跡ですね。結構このぐらいの位置のズレがあるんですよ。はい。で、これが指板修正もできて、もういよいよこれから新しいフレットを打つっていう段階です。元々の色合いっていうのは結構茶色い部分が目立ったんですね。このままだと薄茶色の部分が目立ちすぎるので、黒い染料で少しだけ黒くしてます。あんまり真っ黒にしてしまうと、それまたオリジナルとちょっとかけ離れてしまうかなと思ったんで、この程度の濃さに加減しました。はい。で、お次はいよいよフレット打ちなんですけれど、アコースティックギターのフレットを打つときには、こいつを使います。この化け物みたいなやつですね。これ、テーラーって書いてあるから、もともとテーラーが開発というか作ったんですかね。これ何キロあるかっていうと、測ってみたら 6.3 キロありました。結構な重さです。で、こいつをまずサウンドホールにセットしてあげて、ジョイント部からサウンドホールまでの指板面にフレットを打つ時の下の支えにしてあげるんですね。はい。で、打っていきます。これやる方はめったにいないと思うんですけれど、私もまだね経験が浅い頃っていうのはこの部分を打つ時に遠慮がちになんかこれ以上力を入れたらもしかしたらトップが板が割れちゃうんじゃないかなとかってねドキドキしながらこの作業はしてたんですけれど、ここね結構ね思いっきりガンガン叩いてもね何も影響しません。だからといって思いっきりやったら割れちゃったよなんつって言われても困りますけれど、
案外ね、思ってるよりかは、ガンガンガンってこう力を入れて叩いたところで、全然トップにも影響しないですし、割れることなんてめったにというかありませんでした。ある程度ね、安心してここは打ってもいいと思います。でね、やっぱりそのぐらい力を入れてガンガン打っても、なかなか入っていかないことっていうのはあるんですよ。でそういう時は、ある程度のところで見極めて、フレットの足のトゲトゲの部分をこう少し削ってあげたり、もしくは押しつぶす工具があるので、それでこうちょっと加減してあげて、でうまくスッとね入るような加減にして、でフレットの溝に打っていきます。で打ち終わった後には必ずメモ用紙か何かで隙間がないかどうかチェックします。全体的にスーってこう当ててあげると、隙間がある時にはこのメモ用紙が奥にグッて入っちゃいますので、それで判断がつきます。目視だけだとちょっとね不十分なことがあるので、一応この作業はした方がいいですね。製造の現場では量産のね工程でこんな面倒な作業は絶対してませんけれど、はい。で、ここまで来たら今度は打つのではなくてプレスする形でフレットを打っていきます。一度こうやってプレスしただけだと、特に中央付近が浮いてる場合があるんですよ。なので厚手のマスキングテープをそこにかまして、それでもう一度グッとプレスするようにします。そうすると全体がしっかり収まりますね。フレットを全部打って端もこうカットしたら、これ一般的に売られてるホームセンターで売られてる、エポキシです。30分硬化のやつですね。でこれを黒に着色して、側面この部分を埋めていきます。これもねやったことある方はわかると思うんですけれど、一回こうやってちょんとこう乗っけてあげるだけだと、しばらく経つとね中にこう染み込んでっちゃって、こうへこんでくるんですね。へこんでくる場所が出てくるんですね。なので、念のためそういったへこんだところはもう一度十分に盛り付けてあげます。一晩乾かしたらフレットの端の処理とともに、さっきのこのエポキシのね側面の部分もきれいに平らにならしていきます。一番最初の頃にこの側面を600番ぐらいまで仕上げたって言いましたけれど、あの段階では結局150番だったのかな。どうせこのフレットの側面の処理で番手を上げて仕上げるので、まあこの後はマスキングをしてフレットの端の丸め作業を行って、フレットのすり合わせを行って完成です。もうこれは前にね動画でアップしてますので、そちらをご参照ください。はい、これでようやく完成いたしました。で、完成した後はお楽しみタイムです。非常に嬉しいひとときですよね。すっごくねやっぱり弾きやすくなりました。現代の楽器に蘇ったみたいなね、そんな感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。冒頭でちょっとお話ししましたけれど、まあこういった骨董品価値のある楽器っていうのは、まあいい投資にもなりますよね。値段の話とかも聞いてびっくりでしたし、でねこういう楽器っていうのは聞いたところによると、まず店頭には出回らないらしいです。要は裏ビジネスじゃないですけど、ショップのオーナーさんとのこの話し合いでね、こう裏からこんなものありますよみたいな形で出してくるんですって。もちろんこういうものを投資目的で複数本ね所有している方っていうのもいらっしゃるらしいんですけれど、我々こう一般的な庶民が普通に店頭で売買するみたいな、そういう感覚の世界ではなく、決して普通の人々には見えてこないような取引の世界があって、そういう感じで動いてると思うんですよ。でそういう話も聞けて、今回は非常に面白かったですね。
最初に言いました通り、私はこういう風な数百万するような骨董品価値がある楽器でも躊躇なくこういう改造作業を行ってしまいます。お客さんのリクエストがあれば問題なくやってしまいますね。はい。ということで、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。